試合になる皆さんこんにちは。代表です。今回はペンテル P205 を紹介していきます。皆さんこのシャーペン知ってますか？僕はたまにネットやお店で見たことある程度で、詳しくは最近まだ知らなかったんですが、なんとペンテルが販売しているシャーペンの中では世界で一番売れているそうです。ペンテルの有名なシャーペンといえば、スマッシュやグラフ線、オレンズシリーズあたりが思い浮かぶんですが、意外にもこれがペンテルで一番売れてるんですね。今初めて見たっていう方もいると思うんですが、それもそのはずで、実はこの P205 シリーズは日本ではすでに廃盤になっていて、日本の文房具屋さんではほとんど売られていないんですよね。ただ一部のお店やネットショップによっては逆輸入してきた P205 シリーズを販売しているところもあって、一部の文房具マニアからは海外限定になった現在でも高い評価を得ているシャーペンです。最初は日本で販売してたのに海外限定にして海外から逆輸入してるなら日本でも普通に生産したらいいのにとは思ったんですが、調べてみたら一言では語れないペンテルさんの熱い思いがこもっていました。今回はそんな変わった経歴のシャーペンを詳しくレビューしていきます。まず僕が今回買ったのはこちらの P205 デルフォニクス別注モデルというもので Amazon で700円くらいで購入しました。デルフォニクスというのは日本の文具メーカーでオリジナルの文具や雑貨を企画や販売している会社だそうです。こちらのデルフォニクス別注モデルはペンテルとデルフォニクスのコラボモデルみたいなイメージです。Amazon ではデルフォニクス別注モデルのダークグレー、レッド、ライトグレーの3色が売っていて、僕はレッドを購入しました。実際は鮮やかなオレンジ色でしたね。調べてみると P205 シリーズは本当にいろんなカラーが展開されてるみたいでした。一応通常色はこんな感じのラインナップで、真剣によって色と呼び方が変わっています。0.3mm は茶色で P203、0.5mm は黒色で P205、0.7mm は青色で P207、0.9mm は黄色で P209 となっています。P205 は黒の他に赤と緑も定番色の扱いになっています。値段やカラーは販売サイトによって違ったんですが、日本での定価は880円です。本体は金具以外プラスチック製なので、正直800円のシャーペンの中ではチープ感は感じてしまいました。ペンテルには350円の PG メタル350や550円のグラフギア500みたいなコスパ最強と呼ばれるシャーペンが多数あるので、比べてしまうと多少の割高感は感じてしまいました。ただ逆に言えば普段300円や500円でコスパ最強シャーペンを楽しめているのが幸せすぎることかもしれないですね。本体は12角形でペン先は 4mm、口金は PG5 と一緒でした。内部機構はペンテルのアインシュタインやオレンズにも入っている汎用機構が採用されていました。この汎用機構は文房具マニアたちからも評価されているので、書きやすさは約束されたようなものだと思います。ペンの全長は 143mm、直径 9mm、重量はなんと 9g です。サイズ感は細身でとにかく軽いっていうのが印象ですね。PG5 とかなり似たスペックでした。無駄な機能は全て省いて最低限シャーペンに必要な要素に絞ってるイメージです。実際に書いてみた感じは本体のスペックからもわかる通り、とにかく軽い印象です。僕が今まで使ってきたシャーペンの中では無印のポリカーボネートシャーペンと並ぶくらい軽い書き味でした。P205 の方が軸が細いので軽さはより感じやすい気がしましたね。スペックで見ると PG5 に似てるんですが、PG5 は内部機構が金属製なので軽いながらもペンの中心に芯が通ったような書き味なんですよね。ただ P205 は内部もプラスチックなので重さを一切感じなくて空気みたいな書き味でした。軽くて細軸のペンが好きな人にはベストマッチするシャーペンだと思います。僕もここまで軽いペンはあんまり使ったことなかったんですが、やっぱり世界で選ばれているだけあって意外にハマっちゃいました。ただ1個注意点を挙げると、グリップは溝が掘られただけなので若干滑りやすく感じました。PG5 と違って溝の間隔も広いので、人によっては滑って書いてられないっていう人もいるかもしれないです。あと僕の持ち方だとクリップが手に当たるのも気になったんですが、クリップは頑張れば外せそうだったので、そこまでのデメリットではないのかなと思います。軽いペンが好きな人にはおすすめのシャーペンでした。という感じで実際に書いてみて他のシャーペン以上に軽さに振り切っている印象はあったものの、普通に日本で販売しても人気が出そうなシャーペンでした。しかし海外限定で販売することになった経緯には、それぞれの国の文化に合わせたワールドワイドな背景がありました。日本では馴染みが薄い P205 なんですが、世界での位置づけで言うと P205 は世界のスタンダードと言えるそうです。ここからはペンテル公式が公開しているノートの記事を引用しながら紹介していきます。
日本で誰でも知ってるような定番シャーペンといえば、ユニのクルトガやパイロットのドクターグリップ、ペンテルで言うとスマッシュ、グラフセンなどが思い浮かぶので、シャーペン界隈で世界のスタンダードが P205 と言ってもあまり実感は湧かないんですけど、これはペンテル海外営業本部アメリカブロックの社員さん、これは海外の販売を担当するペンテルの社員の方が自信を持っておっしゃっているので間違いないんだと思います。例えばアメリカで流通している P205 の箱がこちらだそうなんですが、神経のところを見ると 0.5mm になっているんですよね。ちょっと見づらいんですが、本体の印字も 0.5mm という表記です。アメリカでは一般的に何点何インチの表記を使うんですが、シャーペンの神経だけはミリメートルで統一されているそうです。つまりアメリカでは普及していない表記がシャーペン P205 の影響で受け入れられているということになるので、これは P205 が世界基準になった一個の証明だと思いました。あとこれも日本では実感しづらいお話なんですが、 P205 が世界で普及しているがゆえに本家よりも安い値段で P205 のコピー品が出回っているそうです。悪影響も受けたそうなんですが、コピー品はすぐに壊れてしまうので、多くのユーザーは値段が高くても本家の P205 を選んでくれたそうなんですね。海外での P205 のイメージは堅牢、堅実、万能となっているらしく、メイドインジャパンの丁寧なものづくりが評価されているんですよね。世界のスタンダードになった背景は品質だけでなく本体のカラーバリエーションにもあります。日本と海外では文化が違うので考えてみれば当たり前のことなんですが、国や地域によって人気なカラーや素材というのが変わってくるそうなんですよね。例えばアメリカではおもちゃっぽいものが好まれる傾向があるそうで、ビビッドなカラーとかはっきりしたカラーが選ばれるみたいです。またヨーロッパでは淡い色味やメタリック素材、ネオンカラーなど幅広く受けるそうなんですが、スケルトンは受けが悪いという特徴があるそうです。日本だったら無印良品がスケルトンのシャーペンを販売してたり、いろんなメーカーさんも限定色でスケルトンを出しているので、今の日本の学生にはむしろ人気なぐらいだと思うんですが、そこは国の特徴が現れてくるみたいです。そういった国の特徴にも合わせてカラー展開をしているそうで、文化に合わせた商品展開というのも P205 が世界のスタンダードになった背景ということなんですね。こういったこだわりや工夫を施して50年以上前から販売していることで、 P205 は発売以来50年間で累計約2億本以上売り上げているそうです。シャーペンというジャンルで原型イメージを定着させたということで、さっきはチープ感があるとか言ったんですけど、イケメンに見えてきました。このお話、僕は今回初めて知ったんですが、メイドインジャパンのものづくりが世界で評価されたっていう面もあるので、もっと日本でも広まってほしいなと思いましたね。本当はこの P205 ショート動画か3分ぐらいの動画でサクッと紹介しようと思ってたんですけど、調べれば調べるほど面白いシャーペンっていうことが分かっていて、シンプルなデザインの裏にある奥深さに感動しました。これからこの P205 を買う人には、ぜひこういったブランドヒストリーも好きになってほしいですね。今回はペンテルさんの記事をもとにざっくりと要約をしながら紹介したんですが、概要欄に引用元のノートを貼っているので、もっと詳しく知りたいと思った方はそっちもぜひご覧ください。僕が購入した Amazon リンクや他のカラーのリンクも概要欄にまとめているので、欲しいと思った方はぜひチェックしてみてください。なんか P205 イケメンに見えてきたと思ったら、動画の評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後にご視聴ありがとうございました。